グラフォラボさんの4読グラスホッパー制作キットの、ラインナップの中でも最上位になります、コンプリートパックになります。ブラックのね、かっこいい箱なんですけれども、こちらには、組み立て説明書、そしてウェブサイト、それからオンラインストアのリンクがそれぞれ二次元バーコードで記載されています。こちら、ブルーのドットがくっついてます。こちらは、パーツの染色色になりますね。ブルーの染料で染色されていることを表しています。では、開けてみましょう。キットの中には含まれていないんだけれども、パインビーチさんのスコチュン。このスコチュンっていうネーミングがすごい、可愛くて好きなんだけど、健やかチューンモーターです。これ使わせていただきます。それから、これロールケージですね。パーツ袋詰めになりますね。さあ、開けてみますよ。じゃら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 ん。こうやって部品並べると壮観ですね。見てるだけでたぎってきますね。プライスですかね。彫り込んであるんですよね。僕が持ってる工具じゃできない。何で切ったんだろうね。すごい綺麗に。精密感溢れますね。開封して、それぞれちょっと開けていきますね。この梨地になってんのがまたね、いい感じですね。こんな風になるのすごいな。ブラストかけたみたいな感じで。足回りに使う部品と、そのギアケース周りに使う部品と、それぞれ分けて入れていきます。見ただけでどこに作るのか分かっちゃうんだな、これが。しかしこれ本当に親切にできてるな。これギアボックス固定用のブラケットなんですね、これ。しかもこれ540モーター用と、380モーター用と、2種類付属します。一回ね、スコチュンって使ってみたかったんでね、380モーター用の、モーターブラケットで作りたいと思います。はい、こちらどこかで見た部品なんですけども、もうすでに切削されて穴開けが終わっています。こっからなので早いですよ。まず、こちら側ね、右サイド。こちらはね、何にも迷うことないと思います。ビスでね、組んでいけると気持ちいいですね。ここもあらかじめ、ここにつくように、つくものがつくようになってます。何の迷いもないですね。付属の、3の10かなビスで、きっちりとつきました。うわぁ、しっかりくっついている。ちゃんとノーマルのダンパーの取り付けを避けるような形になってて、すっきりと綺麗にくっついてます。で、こちら側なんですけども、スパーギアがね、ここにつく都合で、こういった特殊な形の、ビスが、わかるかな？薄いんだよね、頭が。これを2箇所使います。頭の低い、低等ビスっていうのかな。それ以外は、反対側ですね、右サイドと同じ。で、これ樹脂にタップが立ってんのかな、これ。すんなり入っていきますね。相手樹脂なんでね、あんまり強く締めすぎないようにですね、適当なこのトルクのかけ方で、緩んでは来ないんで、はい、ギアボックスできました。こんな感じですね。こちらあらかじめピロボールを入れておくのを忘れないようにしましょう。で、ホーシングのところダブルベアリングになってるんで、こちらはもう加工済みで、そうそう、1050が、パチンとはまるんだよね。入れてやります。そして、ホーネットフルベアリングセット。ギアボックスの中にね、入る、ベアリングは、こちらのセットの中からくっつけてやります。
1150ベアリング。フランジ付きの1050ベアリングと2つで挟み込んで、軸がね、ブレなくてね、いいと思いますね。で、デフキャリアなんですけども、ノーマルと同様に、左側のシャフト、これ忘れないように、こっちに、スペーサー、このスパーギアの人間のためのね、スペーサー入れるの忘れないようにしましょうね。右側はそのまま左右でね、違うんで気をつけましょう。シリコングリス、信越の501です。樹脂を傷めない。信越の501。大事な愛車を長く使いたい人は、鉱物油じゃなくてシリコングリスですね。樹脂が傷まないので長持ちします。で、成型色もこの白くなかったような気がするんだけどな。ここは完全にノーマルと同じ。で、ギアボックスの組み立て方はノーマルと同様ですね。ノーマルと違うところないですね、もうあとは。ギアを入れるだけです。ここにもね、念のためにちょっと塗っておきますかね。で何度も言いますけど、ここ鉱物油とかね、オイルスプレー使うと、樹脂の表面にね、細かいひびが入ったりとか、割れたりとかしますので、タミヤの車を組むときは、シリコングリス、信越501おすすめです。ポリカのね、部品がね、結構ね、エンジニアリングプラスチックの、タミヤのね、車にはね、使われてるんですけど、本当に鉱物油に対しては弱くて、こうシリコングリスで組まないと、多分ね、数年後には割れると思う。あれこれなんで入らないのこれ。あ、なんでやっぱこれ太さが違うからね、これ。あれあれ、これじゃないんですよ。アップね、これですよ。A 部品の中にね、一つだけ入ってるんだけど、これですね。端っこが段になってるの。細くなってるね、一回り。初期のグラスホッパーは、この真鍮の部分がなくて、全体がね、一つのね、金属だったんですよ。このシャフトの部品と同じ、なんかモールドでね、鉄の、やつがくっついてたんだけど、それエッジが丸くて、すぐに空回りするのね、このベベルの中でね、空回りしちゃうのね。で、ホーネットが出た時に、ここ真鍮になったんですよ。昔。当時物はね。で、今、当時物のホーネットと、その共通の部品になってるんで、これじゃ入らないんですよね。これじゃ入らなくて、端っこだけね、ちょっと細くなってる。説明書を読んで、ちゃんと読んでる人だったらね、迷うことないんだけど、この一つだけ A 部品の中に入ってます。向きはこう。一応デフベベルにもね、塗り塗り。はい、デフケース。すごい。もう最初からこの状態だったみたい。ジョイントカップ、タミヤさんのアフターの部品ですね。こんだけきっちり面が取ってあると大丈夫だと思うんだけど、よりこう完璧を期する方はですね、ロックタイとかなんかのね、ネジ止め剤使って組んでやるといいかもしれない。これ組む前にやればよかった。ギアケース左右合わせる前にやればよかった。ちょっとやっぱり一回ばらします。クリアランス合わせて組んでおきたい。こんなもんかな。はい。いい感じ。はい、改めて締めます。なんか不思議な感じですね。すごいフレッシュな感じ。人が、ちゃんと整えてくださった、4読を、ホッパー、組み立てるっていうのは、ちょっと不思議な感じです。これダンパーのマウントどうしよう。これ瞬間流しといた方がいいかな。小口に
瞬間節約剤流しておきました。硬化するまでこのままにしておきます。カーボンのトゲは痛いんですよ。僕は詳しいんだ。カチッカチッと止まりますね。気持ちいいな。親の顔より見たジョイントですね。ドッグボーンは48ミリです。TRF のジョイントグリース塗っておきます。ドッグボーンがない。やべえ。ドッグボーン手に持ってんのにドッグボーンないとか言って探してたわ。ボケじじいになってますね、完全に。リアアップライト。作例では、一番内側にくっついてたんで、そのように作ります。あんまり強く締めるとね、ねじ切れちゃうんで、適当なところで止めておきます。これは左右ないのかな？はい、できました。くっつけていきます。手動部には、つけておきますかね、グリス。小気味良い感じ。すごい。すごい、ガタがない。さすが。で、スクリューピンで留めます。いい感じですね。このピボットのところに先にちょっと油くれとこうか。スクリューピンにも油なじませておきます。スコッとまとまるね。入りますね。リアのアッパーアームは DT02 用を使うように指定されています。回しツール。これ使って、この間 30mm で合わせたい。ギザギザついてる側が正ネジ。逆側が逆ネジ。こんなもんだ。リアのアップライトは、1150ベアリングですね。すごい。そのまますっぽり入る。これ何？後加工も何もなしでこんなにぴったりいくんですね。これ出力した状態でこんな精度出てるんだ。すごいですね。切削いらないじゃないですか。これどうしようかな。ギザギザ外に向けようか。で、ギザギザは同じ向きで使いたいから、こっちは内側に向けておきますね。よいしょ。同じ方向にねじればいいから、締めるときは。忘れずに、F カップにも塗っておきますかね。ちょっと溜め込んでおきますね。はみ出た分を拭き取って、なんかめっちゃ高級なダンパー来たんだけど。とりあえずリアを 1.6、フロントを 1.7mm ピストンで作るか。長さとかね、ちょっと組んでみてたな。いや、初めて組むけど素晴らしいダンパーですね、これ。でね、ピストンなんだけど、0.1mm が見える人でなければ、数字がキャップ開けたら見えるように組んどいた方がいいと思います。やばい。実家に行かないとダンパーオイルがない。説明書通りに作っていくしかないですね。全然ノウハウがないんで。アッパーロッドガイド。一応これ塗っておくか。次は赤オーリング。内径 3mm のオーリングってこんなちっちゃかったっけ？次がミドルスペーサー。シムマにも入る。健やかチューンモーター。R ってなんだろう？これレーシングじゃなくて、これはね、ライトなんですよ。だから、ラベルがちゃんと車載方向で綺麗に見えるように、右側にモーターを搭載する車用に、こっち側に乗せて、ちゃんと成立して綺麗にラベルが見えるようにっていう配慮がされたモーターな。これ、すごい、こういう発想すごい好きです。すごいいいですね。大好きです、こういうの。そして、これ同梱されてるのがステッカー。これかわいいですね。これかわいい。かわいい。これどっか貼ろう、絶対。
ああ、このピニオンが外れるんですね。グラスホッパーなんかに標準でついてるやつ、ピニオンギア交換できないようになってますけど、こっち。いや、これはかっこいいですね。ブラックコード。いや、でもかっこいいモーターですね。健やか RS380ST。健やか、あ、ST って健やか中だから ST なんだ。ああ。かっこいいね。富士山が書いてある。実際のところね、みんなでワイワイ走らせるんだったらね、380ぐらいのモーターの方が、あんまり速く走ってもね、車壊れちゃうしね、重心だとかね、なんかちょっとめんどくせえことね、気にしなくちゃいけなくなっちゃうんで。で、レース見たけど、決してなんか、かったる感じしないよね。ちょうどいいレーシングスピードで、皆さん走ってらして、すごい面白そうです。車の形もよくわかるしね、走ってる車の形もいいと思います。完成したギアボックス、スコチュン、ピニオンギア、真鍮じゃなくてアルミで、しかも硬質アルマイト。このパワーで、このね、表面処理のピニオンギアだったら、みんなで長くいいコンディションで遊べるんで。真鍮だと減っちゃうもんね。パワーなくても結構な勢いで減っていきます。いや、軽いし、いいですよね。ここのプレートがカーボンだからね。また、これがまたかっこいいですよね。カーボンプレート。標準の樹脂と違って、モーターがあちあちになってもね、軟化したり、ね、溶けたりしないからね、いいですね。余談ですが、ね、昔よく540モーターと一緒に緑色の、なんか、ペラペラのシートがくっついてたと思うんですけど、あれ挟むと挟まないのとね、全然違うんですよね、実はね。で、モーターが熱持ってきた時に、緑色のが入ってないと、タミヤのギアボックス溶けます。あんなペラペラのね、緑色のね、1枚入れないだけでそんな違うのかと思って入れないと、大事なパーツが溶けて泣くことになりますので、ご注意